あのちゃん、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。ズワイガニっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。ズワイガニ。っていうことでね、以前北海道で、このタラバガニを買ってきました。生きたタラバガニ。お刺身で食べてめちゃくちゃ美味しかったです。ほんで、タラバガニの次は、やっぱりズワイガニやりたいなということでね、ズワイガニ用意しました。こちら、越前で揚がった越前ガニですね。福井県のブランドガニです。お高級なズワイガニでございます。これでね、これまだブクブクブクっとしてますよね。まだ生きております。なので今日はこちらのズワイガニを使って、僕の好きなズワイガニ料理だけを作っていきたいと思います。1品目、ズワイガニの天ぷら。ズワイの天ぷらは最高。2品目、ズワイガニのお刺身。やっぱりこんだけ鮮度がいいのでね、お刺身でも食べたいですよね。で、3品目、ズワイガニのしゃぶしゃぶ。ちょっとお刺身をね、昆布だしでしゃぶしゃぶして食べましょう。4品目、ズワイガニの炭火焼き。7人で焼いて食べちゃいましょう。で、5品目、ズワイガニの味噌の蒸し。プルンプルンの味噌をね、プリンみたいにすくって食べたいなと思います。なので今日はこちらの5品作っていきたいと思います。そしたら今日は基本的に生の状態で使っていきますので、この姿の状態で茹でるとか蒸すっていう工程はありません。じゃあまずは天ぷら用に大きいとこ2本いきますか。天ぷら、刺身、しゃぶしゃぶ、焼き、で味噌を蒸しにしましょうか。で、銅の実も一緒に蒸して味噌にほぐして食べてみてもいいですね。よし、そんな感じでやっていきたいと思います。じゃあまずはばらしていきますね。ほら、ちゃんとこれタグ付きですよ。このブランドの証拠、越前ガニって書いてありますよね。じゃあまずはこのふんどしを外して、よいしょ。この真ん中に1本包丁入れます。出刃がやりやすいですね、やっぱり。カニさばくときは。はい、1本切り込み入りましたら、本を折りたたむみたいな感じで、こう持って、ぐっと、パカッとやります。そうすると、簡単に型が外れます。はい、片方外れました。そしたら味噌はできるだけ落とすと。甲羅の方に落としていきます。はい、半分になりました。で、もう半分も同じようですね。こっちを持って、パカッと。はい、こんな感じ。で、味噌がついてたら、しっかりと落としていくと。そしたら味噌を一度落として、で、くちばしのところについてるこの砂袋っていうんですか、この袋みたいなガジガジしたところ。これをね、外しちゃうんですよ。ここがね、こうちょっと牙があって硬いんですよね。で、たまにあそこが匂う個体がいるんで、外した方が丁寧な仕事ですね。で、ここにちょっとお酒を入れます。ちょっと。で、洗って、で、水気を落とします。はい、こんな感じですね。そしたら、こちらを殻に戻して、あとはこれを食べる直前に蒸し器で蒸し上げれば、味噌の甲羅蒸しの完成。では、お次、銅の実の処理をしていきましょうか。まずは、このガニですね。カニのエラを外していくと。で、このくちばしも、ちょこっと外すと。こっち側も一緒ですね。ガニを外して、これね、手でも簡単に取れますよ。これでむしる感じでね、むしむしと。そしたらこのくちばしのところも落とします。で、これで成形しました。すごく綺麗な形になりましたね。そしたら、次は足を外していきます。で、足を外すときは、この付け根からがっつり落とすんじゃなくて、こう三角のね、こう付け根みたいなところあるじゃないですか。ここから落とす方が、後々処理がしやすいような気がしますね。こうですね。ここですね。ここに一本、サクッと。こんな感じ。はい、こんな感じになりました。そしたら足は一度置いといて、胴のみやっていきましょうか。そしたら胴のみは、まずこの段階で半分に割っちゃいます。こっちの裏側の平らな方を下にして、手でしっかり押さえて、半分ぐらいのところをグッと入れます。で、グッと入ったらそのまま縦にして、こう固定して、こんな感じですね。これはね、ちょっと出刃じゃないと厳しいですね。裏側下につけて、手で押さえる。で、気をつけて、キュッと入れます。ここまで入れます。半分ぐらいまでね。そしたら立てて、こんな感じですね。一気にガッといくのがポイントですね。はい、こんな感じに胴の身が食べやすくなりました。このね、カニってこの胴の身からめちゃくちゃいい出汁が出るんですよ。ちょっと食べにくいなっていうところはあるんですけど、上手に料理してあげると、めちゃくちゃ価値の高い部位なんですよ。僕もね、他の人の動画で見たんですけど、このズワイガニの胴の身を
この生の状態でこう剥いちゃうんですよ、こうやって。ガーッと剥いちゃって、で、剥き身にして、で、それでつみれ団子を作って、お鍋にしてもうまいらしい。いや、それうまいですよね。僕もそれ今度やろうと思いました。カニ汁最高ですからね。はい、という感じで、まず胴のみが剥けましたよと。では次は足を剥いていきます。この生の状態から殻外すのって結構コツがいるんですよ。天ぷらも刺身もしゃぶしゃぶも、どのみち殻を取ってポーション状にする必要がありますんで、とりあえず全部殻を剥いていきます。まず殻の剥き方ですね。まずはこの上の殻。この下のね、白い方じゃなくて、この上の茶色い方がいいと思います。できるだけ身をつけないように、スッと、こんな感じで。綺麗な身してますね。ツヤッツヤ。で、まだ筋肉が動いてます。さすが越前ガニ。そしたらこの状態になったら、ズワイガニはここに2本筋があるんですよ。こう動かすとよくわかりますよね。この筋で繋がってて、こうやって動くっていう仕組みなんですけど、この筋の付け根がここなんですね。で、この筋を切らないように殻の両サイドを切っていきます。パチッと、これ切りました。で、反対向けて、こっちも切ると。そしたら、こっちにパキッと割って、こんな感じにします。この筋はついてるけど、この身は切れてないっていう状態ですね。そしたらこれを、こうやって剥いていきます。つる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 っと。ぴょっと。はい、こんな感じ。そしたらこの赤い膜、好みなんですけど、お刺身とかにする場合は、これ取った方がいいと思います。めちゃうまそう。身がパンパンですね、これ。もう一度いきますね。まずは上殻をスッと外します。あ、これ完璧ですね。ちょっとこう赤い膜が残る感じ。これが完璧です。そしたら、ここの付け根をパチッ、両サイドパチッと切ります。そしたら反対向けて、こういう感じに外します。で、分離したら、ここからツル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 っと剥きます。はい、こんな感じ。そしたら赤い膜を取ると。天ぷらとかにする場合は、この赤い膜は取らなくてもいいかな。これでなんで足外すときに、この三角のとこで落としたかというと、こうあるやつを、ピロピロピロっとめくっていくわけですよ。で、ここが残ってしまって、ここで落としてしまうと、この付け根のところで、こう突っかえちゃうんですよね。なので、ここで切ってあげた方が処理がしやすいということで、胴の身はこの三角のところで落としたっていう形ですね。この時期になると、スーパーとかでたまにね、3000円とかで、国産のズワイガニの訳あり品が売ってるんですよ、生のやつが。なんで訳ありかというと、こういう足が1本取れてたりだとかすると、すごく安くなるんですよ、ズワイガニって。今日のやつは全部足がついてますけど、そういうちょっとした理由で、生のズワイガニってね、すごく安くなるんで、そういうのを見かけては僕買って、家でこうやって剥いて、家族で食べてます。これまた、うまいんだ、これがまた。皆さんもね、挑戦してみてはいかがでしょうか。つるっと。すごく気持ちいいです。気持ちいいし、うまいし。そしたら次は焼きの用意ですね。この小指のところと爪のところ。小指のところも上の殻だけ外しちゃいます。ここもね、ちっちゃいんですけど、ちゃんと美味しい身が入ってますんでね、丁寧に食べていきます。で、次、カニの爪ですね。ここがね、なかなか食べにくいんですけど、うまいんですよ。ちゃんと一匹一匹こうやって爪にカバーがされてますね。そしたら爪はまずここで取っちゃって、これ焼きガニなんですけど、これね、生きたカニだと、コロッと取れないんですよね。ほじくって食べるっていうのを想定して、ここに1本ずつ入れちゃいます。こう横に入れても、うまくプリンと取れないんですよ。繊維がね、一本一本殻にくっついちゃってて、取れないので、もう縦に入れちゃいます、僕は。このほんのちょこっとの切れ込みでも、後々効いてくるんですよ。で、手を気をつけて。で、カニの爪の元の部分。ここも、こうやって縦に入れちゃいます。で、こう割っちゃう。でこういう風に切れ込みが入ってれば、後でほじくって食べやすいんでね。はい、もうこんなもんで大丈夫です。はい、これで焼きガニの仕込みの完成。はい、ではこういう感じにさばき終わりました。そしたらまずは蒸しから作っていきます。まず、水の入ったお鍋をセット。で、そこに今日はこのせいろで蒸していきますね。そしたら、まず下の方に、胴のみをセット。ちょっと3つしか入んないで、3つで。で、上の方に、カニの甲羅をセットと。はい、これでしっかり蒸していきます。そしたら次はお刺身用ですね。まずは氷水を用意します。で、そこに先ほど剥いた、こちらのプリプリの身を入れていきます。
そうするとね、すごい驚きの現象が起きますよ。この身の感じ、覚えておいてくださいね。この身をとりあえず氷水で、それ大体5分ぐらいつけておきます。うわ、綺麗だな、涼しげで。はい、じゃあこれで5分ぐらい置いておきます。はい、そんなこんなで蒸しがいい感じですよ。よっ、うまそう。この感じです。しっかり味噌が固まってますね。せいろで蒸すといいですね。この木の匂いも相まってすごく美味しそう。うーわ、プリップリに銅の実も蒸されてます。よし、これで甲羅蒸しの完成ですね。はい、先ほど氷水につけておいた足もいい感じだと思いますよ。いきますよ。じゃん。この変化です。わかりますか？この感じ。先ほどと比べて、ものすごく繊維一本一本が逆立ってますよね。これまるで松の木の葉っぱがバーっと生えてる、そんな様子に似てるじゃないですか。この様子からズワイガニのことを別名松葉ガニとも呼ぶんですね。なんでこうやって氷水につけて逆立てるかというと、生で食べる場合もちろん食感も良くなるし、あと見栄えもすごく綺麗になります。それにね、生臭さもなくなるし、このね、大きく見えるんですよね。ほら、もう全然違いますよね。こうやってプリップリで。じゃあこちらの大きいところ1本2本、これを天ぷらにしましょう。うわ、持ってみるとね、ずっしり重たい。で、この2本はしゃぶしゃぶ、そしてお刺身でいきましょうか。で、天ぷら用は水気をしっかり切っておきます。水気が切れると、より一本一本の繊維がしっかり分かりやすくなりますね。で、下味はね、あえてもうつけません。なんか塩コショウとかするの逆にもったいないかなと思って、もう下味なしで衣につけて揚げていきます。そしたら天ぷらは、この爪のところ、こう切っちゃいますか。この状態で油の中放り込むと多分ね、ここがね、バチンと外れちゃうと思うんですよね。ここをこういう風に切っちゃえば水分の逃げ道がここ作られますんで、パチンと外れることはないと思います。そしたら天ぷら用に使う油を温めていきます。今日は油がリセットの日なんでね、新品の油に変わります。いや、嬉しいな。このタイミングで油リセットは嬉しい。油はね、多めの油で揚げた方がもう絶対美味しくなりますね。なんでなんでしょうね。油ケチるとね、あんま上手にできないんですよね。はい、じゃあ油を170度ぐらいに持っていく間に、こちら、焼きガニを焼いていきましょう。もう同時進行でどんどんやっていきます。はい、そしてなぜか、この時期は自動的に庭に七輪があると。そして炭がなぜか焚かれていると。七輪の上で焼いていきます。うわ、もう乗せた瞬間からすごくいい匂いが漂ってます。よし、こんなもんでいいでしょう。もう新鮮なんでね、そんながっつり焼かなくていいです。うわ、超うまそう。やっぱね、炭火焼きは違うわ。この香ばしい匂いがもう、たまりませんわ。よし、これで、カニの炭火焼きの完成。はい、そうしましたら天ぷらを作っていくんですけど、ここまで見てもらって、ズワイガニって結構ね、この状態にするのに手間がかかるじゃないですか。ほんで、一匹の立派なカニから、言ってもね、大きい足っていうのは、1、2、3、4、5、6本しか取れないんですよ。ちょっと少ねえ。もうちょっと食べたいということでね、今回はカニ屋さんのマスヨネさんから商品提供していただきまして、今日はそちらのね、カニも追加で食べていきたいと思います。で、これはね、生のやつを剥きましたけど、マスヨネさんの商品は、そんな手間はいらないんですよ。ちょっと一つずつ紹介していきますね。5種類の企画を提供していただきました。まずね、1番目。それがこちら。じゃーん、3つ連なっております。うわ、すげえずっしり重たいですね。うわ、もうパッケージがもううまそうだわ。これがですね、元祖カット済み本ズワイガニの 1.8kg セットですね。なんで 600g が1、2、3ってことですね。それで 1.8kg 入ってます。ものすごいボリュームですよね。で、マスヨネさんの一番の売れ筋商品みたいですね。使用用途も自宅用からお歳暮として、贈り物まで幅広く利用できます。ちょっと開けてみますか。いや、どんな感じなんだ？はい、ほんで中身は、こういう風に1枚紙が入ってまして、で開くと、こういう風に食べたら美味しいよとかレシピとかね、あとこういう風に解凍方法とかもしっかりと記載されてるんで、ものすごく親切ですね。すげえ。これ生食可なんですって。お刺身でもいけるやつだ。だから鮮度抜群ってことですわ。ほんで、はい。これめっちゃいいじゃん。太い足が10本入ってて、で、爪の下の肉もこうやって綺麗に剥いてくれてありますわ。
1、2、3、4、4本も。しかもこれさ、こうちゃんと足の第2関節のとこまで、しっかり剥かれてますね。すげえ綺麗に剥いてくれてある。で、爪の部分もね、こういう風に綺麗に、ここでカットされてます。で、この足の下に銅の実が入ってると思います。これはすごく使いやすいね。で、めっちゃ仕事が丁寧ですね。いや、味が気になる。ほんで、棒肉の部分なんですけど、これはね、あえて、殻を半分残した、ビロートカットっていうのを採用してて、殻を残すことで、カニの旨味も残り、うまさ、食べやすさ、そしてコスパを追求したおすすめ商品みたいですね。ほんでね、割と、これ解凍しちゃえば、下の殻もね、簡単に剥がれるんでね、しゃぶしゃぶとか、天ぷらとかでも、ストレスなく使えると思います。はい、一つ目の企画でした。二番目の企画、こちら、じゃん！さっきより大きいですね。やべ、めっちゃ楽しいな。海鮮ボックスとかなんかそれに近しい香りがするぞ。そして、うわ、でっか！なんじゃこれ！でっか！特大 3L プレミアム元祖カット済み本ズワイガニ 1.2kg。先ほどは 600g3 つで 1.8kg でしたけど、こっちはカニの足の太さ、もう全然違いますよね。もう超プレミアムのでっかいやつ。1番と同じ部位と、カット方法も1番と同じですね。ビロードカットで殻が半分残ってます。で、サイズがね、3L なんですよ。めちゃくちゃでかいの。僕が今日剥いた越前のカニよりでかいですからね。これはすごい企画よ。カニって大きいのもちっちゃいのも味自体はさほど変わらないんですけど、やっぱりこう食感とか繊維の大きさ、食べ応えっていうのは変わってきますよね。大きい方が食べ応えはあります。うわー、ちょっと早く食べたいな。次、3番目の企画いきます。じゃーん、こちら、3番目の企画。箱の感じが変わりましたね。黒い箱になりました。プレミアム生ズワイガニポーションって書いてありますね。はい。中身がこんな感じですね。すげえ。特大 5L プレミアム生ズワイガニ棒ポーション 900g でございます。450g のパックが1つ2つで 900g となっております。棒肉 100%。もうね、肩とか爪とか爪下の肉とか入ってないです。先ほど剥いたこの太いところね。この太いところしかこれ入ってません。もう一番美味しいとこのよりすぐりです。で、ポーションっていうのは殻を完全にカットして取り除いたもの。それをポーションとかフルポーションって言いますね。なんか食べると回復しそうな、そんな雰囲気出てますよね。内容は 900g なんで、ちょっと今までの中からしたら量少ねえんじゃないかなって思う方いると思うんですけど、もう可食部が段違いで多いんですよ。余計な殻とかがないので、もうほんと食べるだけ。なんで1杯のカニから6本しか取れない希少な特大棒肉を厳選した商品になってます。で、マスヨネさんのカニはもう生で食べられるということなんで、このまま溶かしてカニ刺しでもいけます。ちょうどね、カニ刺し足りてなかったんで、よかった。では次、4番目の企画いきましょう。こちらでございます。さあ、この一つのこの箱から何が出てくるんでしょうか。いきます。うわー、こういうパターンね。本ズワイガニカニしゃぶセットですね。で、ちなみにさっきから何 L とか言ってますけど、カニのサイズっていうのは数字が大きくなればなるほどサイズも大きくなってくるっていうことですね。普通のサイズが L として、で、だんだん大きくなっていくにつれ 2L、3L みたいなそんな感じです。で、5種類の中では一番内容量の多い 3kg の商品でございます。で、カニのサイズも 3L ととても大きい商品です。これ本当にね、カットがめちゃくちゃ丁寧なんですよ。多分これ機械でやってると思うんですけど、人間の手だとここまで綺麗にやるのめちゃめちゃ難しいです。で、5番目、最後の企画。こちらがですね、はいはいはい。これカニの種類が違うな。これがカット済み生トゲズワイガニ 2.1kg セットですね。700g の規格が1、2、3で 2.1kg ですね。トゲズワイガニっていうのは、本ズワイガニと紅ズワイガニの合いの子って言われてるんですって。へえ、紅ズワイより確かになんか大きい気もするし、なんか不思議ですね。本ズワイガニよりリーズナブルな価格帯になってますんでね。内容量も 2.1kg とすごくボリューミーな企画になっております。今紹介させていただいた5つの企画。これね、ワンプライスです。全部同じ価格で1つの商品ページからお好みのカニを選んでいただくことができるんですよ。というわけでいろいろいただきましたので、これも追加で食べていきましょう。で、しゃぶしゃぶとか刺身、ちょっとあんだけじゃ寂しいって言っとったんで、この3番の、この 5L の特大ポーション。これと、で、あとこの2番の 3L のハーフカットの大きいやつ。これを、ちょっと焼きガニで追加して食べます。もう追加でいきますよ。で、このトゲズワイガニも気になるんで、これも食べてみましょうか。よし、じゃあまずこれ解凍していきます。
そしたらここの解凍方法に沿ってやっていきますね。流水で氷の膜を溶かします。前の動画でも説明したんですけど、この冷凍のカニとか、冷凍のエビって、これ冷凍焼けを防ぐために、これね、氷の膜で覆われてるんですよ。これグレースって言うんですけど、で、このグレースがちょっとね、薬っぽい匂いというか、なんか臭いんですよ。いや、これは絶対洗い流さないとダメなんですね。流水で解凍します。で、絶対やっちゃダメなのが、冷蔵庫で解凍すると、もう鮮度が露骨に落ちるし、臭くなります。電子レンジも同様ですね。で、熱湯での解凍も、中途半端に熱が通って鮮度落ちます。で、解凍後の再凍結。2回冷凍するってことですね。もうこの状態で1回冷凍されてるんで。で、2回冷凍するっていう行為は、どの食材もそうなんですけど、本当に味が落ちるんですよ。なんで、それはダメ。もう流水で、さらーっと流していくと。これが一番間違いない溶かし方ですね。で、流水使う時も必ず冷たい水で、ちょっと生ぬるいお湯とかだとダメですよ。ほんで、氷の膜なんて薄いんで、これすぐ溶けるんですよ。もうトロントロンに溶かさなくても、これ剥がれるぐらいで OK ですね。氷の膜が取れちゃえば OK。はい、氷の膜が取れたら、こうやって、ザルかなんかに移しておきます。これだけで OK です。めちゃくちゃ楽なんですよね。素晴らしい手軽さです。トゲズワイガニ1パックでこんなたくさん入ってました。あとは特大ポーションとかも同じように解凍していきたいと思います。よし、じゃあまずお刺身から盛り付けていきましょう。まずこういうのを立てて、よし、土台をこう作って、そしたらここに巻き酢をかけて、でまずはこの剥いた方のプリプリのズワイガニ、これをこう立てかけていくパターンで盛り付けていく。こんな感じ。うまそう。最高だよ、こんな。そしたら、またここに巻き酢を引いて、ちょっと緑入れて、で、そこにたっぷり溶かしたこちらの 3L のポーションですね。これが刺身でいきますから、これでもかっていうぐらい並べていきましょう。やばいな、この食べ方。こんな食べ方やったことないわ。これですよ。氷の膜が取れてすぐに、これなんだろう、重ねて置いとくと、身と身がくっついてビローンってなっちゃうことあると思うんで、氷の膜が取れたら、ちょっと半氷の状態で、こうやって1本ずつね、バットかなんかに並べとくと、上手に解凍できると思います。これをどんどん並べていく。うわ味が本当に楽しみ。で、俺気づいちゃったんですけど、これ全部向きが一緒ですね。これいいな。今回のやつがたまたまそうなのかもしれないですけど、向きが同じだと盛り付けがすごく綺麗ですね。ほらすごいな。ちょっとやりすぎですかこれほんで、あしらえを入れていくと。色合いですね。はい、そしたらこのトゲズワイですね。これもお刺身で食べてみましょうか。ハーフカットでこう殻ついてるんですけど、ハーフカットだからって言って天ぷらできないわけじゃないです。これ簡単にピロッと剥がれます。で、ピロッと剥がれたらもうここパチッと切っちゃえばポーションの完成ですね。これもさ、ちゃんと第二関節までしっかり剥いてくれてあるってすごいね。僕いろんな冷凍ガニ食べますけど、ここまで剥いてあるハーフカットってね、マジで出会ったことないけどな。はい、これでちょんと。はい、これでカニ刺しの完成。ここからしゃぶしゃぶも作っていきます。そしたらもみじおろしも作っていきます。大根おろし水気ある程度取れましたら、一味をガーッとかけていきます。これで簡単にもみじおろしできます。もっと本格的な作り方はあるんですけど、もう今日はね、早く食べたいんで、ささっと作りました。こんな感じ。よし。そしたら、天ぷらを揚げていきます。そしたらこの越前ガニですね。このプリプリをしっかり衣に絡めて、こちらを、うわほら、よっ。よいしょ。うわー、超うまそう。でちょっと粉垂らして穴を咲かせると。でマスヨネさんの 3L ポーションもこれもいきましょう。よっよっ。まず越前はいい頃合いですね。うまそう。はい、マスヨネさんもいい感じ。いい感じに花が咲いてとてもうまそうですね。そしたらこちら天つゆも温まってるんで、先ほどの大根おろしの中にさーっと入れていくと、あったかい天つゆでいただきます。そしたらお皿に天ぷらを盛り付けていくと。はい、これで天ぷらの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこ
できましたよ。楽しみすぎる。でまずはね、ちょっと天ぷらいきます。もう揚げたてをいきたいんで。もうつべこべ喋ってる暇はないんですよ。このまずは越前の方からいきますか。塩につけていただきます。めえ。これやばすぎる。今日天ぷらむちゃくちゃうまくいったし。甘みが強くてふわふわでうまい。次天つゆでいきます。あったかい天つゆ、大根おろししっかり絡めていただきます。うわごめんなさい、もう出ます。じゃん、銀色のやつ。ジョッキ缶でいきます。今日はうますぎる。いただきます。うめえ。これは恐ろしい食べ物だ。意識が飛びかけた。本当に久しぶりだな、食べ物を食べてこの感じに陥るのは。じゃあ次、こちらのマスヨネさんからいただいた特大ポーション、これいきましょうか。まずは塩からいただきます。うめえ。これ冷凍？冷凍臭さとか一切ありません。そんで旨味が強い。本当に冷凍かってぐらいうまいですね。ほんで食べやすいわ。ちょっと衝撃よ。料亭で出てくるレベルよこれ。温天つやでいきます。いきます。あと70本ぐらい食べれますけど。お次。ちょっとどれいこう迷うな。焼きガニいきますか。こちらが越前ガニ焼いた方ですね。で、こっちがマスヨネさん。マスヨネさんのハーフカットもこういう風に炭火で焼いておきました。さあ、ちょっと食べてみますよ。食べやすいんですよ。ここから持って、ピロ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 っと。ピロ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 っと。こんな簡単に剥けます。この状態でいただきます。ちょっと待って。忖度なしでうますぎる。今まで食べた冷凍ガニで間違いなく一番うまいよ。鮮度です。鮮度がこれ段違い。カニって鮮度悪くなると匂い出てくるんですよ。全くない。すごくスピーディーに処理されてるわ。で冷凍方法から何まですごくこだわってるのが味でわかる。だからこそこのカニは買って届いたらできるだけ早めに食べた方がいいと思いますね。冷凍庫でずっとストックとかはやめた方がいいかも。ちょっと想像以上にうまいわ。いただきます。うますぎるなこれ。カニ食べると無言になるっていう言葉がよくわかる。越前もいきますか。でね、これ食べにくいところはこうやってね、爪でこうやってやってあげるとね、食べやすいんですよ。こういう裏技もあります。これで爪の先っちょでこうやって押し出して身を取ると。いただきます。うまい。こっちももちろんうまいけど、食べ応えとかいろいろ考えたらちょっとマスヨネさんに軍配が上がるんじゃないかなっていうぐらい。爪もね、こうやって割れ目入れたんで、この割れ目が生きてくるんですよ。手で簡単にこう割れるんで、こう割って、あとはしゃぶっていくと。生きてたやつなんで、こうやって繊維が本当に殻にびっちりつくんですよね。なんでこれを口にダイレクトに。甘いわ。うまい。楽しい。YouTube やっててよかった。カニはね、幸せになる力があるね。マジ皆さんもね、ちょっと贅沢するとき、カニ食べましょう。お次行きましょう。こちらのせいろで蒸したカニ味噌。カッチカチに固まってます。これをすくって、こちらいただきます。うわ、これやっちゃってるわ。濃いなぁ。なんだこれ。ちょっとあれやっちゃおう。マスヨネさんのカニ剥いて、でここに味噌をディップして、これを、うわ、もう最高じゃん。これあかんって。カニは僕渡りガニが大好きなんですけど、ズワイガニに由来でしまっているな。でもやっぱうまいな、越前の味噌。別格ですね。さあ、ではいよいよこちらのカニ刺しをいきましょうか。ポン酢をたっぷり入れて、でまず刺しでいきます。こちらの越前の方から。ではまずこちらの越前の方からいきますか。プリップリですね。これをしっかりポン酢につけていただきます。うまっ。こいつはやべえ。ここのちょこっと残ってるところもしっかり吸いたい。癖が一切ない。甘みが強い。では次、マスヨネさんのこちらポーションいきますよ。
ポン酢にたっぷりつけていただきます。うめえ、あんまっ。こっちの越前ガニは、プリプリですわ。ほんでこっちのポーションは、やっぱ一度冷凍してあるんで、プリプリというかは滑らかな感じ。滑らかで甘みがものすごく強い。舌の上で甘みをすごく感じますね。ほんでやはり鮮度がいいです。全然臭くない。処理の悪いズワイガニポーションを生で食べると、悪く言うと、ちょっとザリガニの水槽の匂いの味みたいな感じがするんですよ。一切ないです。めちゃくちゃうまい。これね、本当にうまいわ。次いきます。次こちら。紅ズワイガニと本ズワイガニのハーフ。こちらはどうでしょうか。いただきます。わあ、こっちはより滑らかですね。やっぱ味は違いますね。こっちはね、紅ズワイガニ独特の香りがありますね。すごいよね。でもほんとこの紅ズワイガニってここまで加工するの難しいですよ。すごい丁寧ですね。さて、しゃぶしゃぶの用意が整いました。じゃあまずは越前の方からいきますか。こちらからボコボコに沸騰したお湯にしゃぶしゃぶしゃぶ、はい、もうこんなもんでいいです。ポン酢に浸してこちらいただきます。うわ、うめえ。口の中でずっと噛んでたいけど、トゥルントゥルンだからね、喉にすぐ落ちてっちゃうんですよね。喉越しがいい。うわ、でも刺身とはまた違ううまさ。ちょっとしゃぶしゃぶすることによってより甘さが際立ちますね。しゃぶしゃぶうまいね。ちょっとあったかくなってしゃぶしゃぶがうまい。じゃあ次、マスヨネさんのカニ。これですよ。このね、大トロみたいな見た目、すごい美しいですよね。これをしゃぶしゃぶしゃぶ、もうこれでいいんですよ。もうこれでいいです。もう生でいけるんでね。いただきます。これは冷凍ガニではありません。そう言いたくなるぐらいのクオリティです。次、トゲズワイガニ、紅ズワイガニと本ズワイガニのハーフ。しゃぶ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 と、こちらをちょん漬けいただきます。これ食べやすい。うわ、でもこいつもうまいな。ここもちゃんと食べてね。うわ、でもね、どれもね、こうつけがたい。どれもね、それぞれの美味しさがありますね。いや、素晴らしい。まだこんだけあるからね。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は生きた越前ガニを使ってしゃぶしゃぶ、天ぷら、焼き、刺身、そして味噌の甲羅蒸し作ってみましたけども、どれも最高にうまかった。うまかったし、追加でいただいたマスヨネさんのカニがマジでびっくりするくらいうまかった。池のカニをさばくのもいいけど、なかなか家庭じゃできないじゃないですか。で、ちょっとね、コツがいるんですよ。やっぱり。僕も昔、ズワイガニめちゃめちゃさばくの苦手でした。で、動画とか動画外で数こなして、ある程度できるようになったんですけど、なかなか難しいんですよね。で、カニってね、今すげえ高騰してるんですよ。めちゃくちゃ高くなってるんです。物価の高騰とかね、不良とかも相まってね。ほんで、天候によってはね、こう入る入らないもあるんですよ。生のカニって特に。明日カニパーティーしたかったけど生のカニ入んないみたいなことあるんですよね。そこで今回紹介させていただいたマスヨネさんのカニ、それぞれのカット方法、部位、内容量、種類に違いもあって、こう用途に合わせて頼めるんでいいですよね。マスヨネさんの商品のコンセプトは、食べにくいカニを誰でも美味しくというコンセプトみたいで、もうそのコンセプト通りの品物でしたね。めちゃくちゃ食べやすいです。ほんで食べやすいだけじゃないんだ、これが。めちゃくちゃうまいの。これね、本当にね、提供していただいたからとかじゃなくて、マジで今まで食べた冷凍部門、カニの冷凍部門だと、マスヨネさんのカニ一番うまいかもしれないです。包丁いらずで、カニ鍋、カニ刺し、カニしゃぶ、などなど、カニのフルコースがご家庭でも味わえます。もうね、流水解凍するだけなんで、マジで簡単なんですよね。で、楽天市場とか Yahoo ショッピングでも、売れすぎランキング1位を取得してるみたいでして、マスヨネさんの元祖、カット済みズワイガニ、日にちも指定できるんですよ。冷凍のカニだけど、刺身で食べれるこの上質な品質で、これコスパめちゃめちゃいいと思います。で、値段なんですけど、通常価格が 14,800 円。で、期間限定クーポンもあるみたいなので、概要欄からぜひチェックしてみてください。
一つの商品ページからお好みのカニを選んでいただくことができる一番人気の商品でございます。年末年始とかカニどうしようと思ってる方、カニっていろいろどこで買うかって選択肢があるじゃないですか。スーパーで買う、お魚屋さんで買う、ネット販売で買う、どれ選んでいいか分かんないじゃないですか。そうなった時にこれマスヨネさんのカニ選んどけば間違いないなと思いました。でマスヨネさんのカニね、鮮度がめちゃめちゃいいんで、天ぷらとかしゃぶしゃぶ、これが好きな方はぜひ買ってみてください。僕も多分個人的にお正月頼みます。嬉しい提供でしたね。本当にマスヨネさんごちそうさまです。ありがとうございます。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。